マックス渡辺です。ホビーメーカーマックスファクトリーの代表取締役をやっています。ホビーライターとして今でも現役で模型を作り、その記事を書く、いわゆるモデリングライターというのを続けております。今年で38年になります。マックスファクトリーはフィギュアとかプラモデルのメーカーですから、秋葉原という、これ以上ない世界一のホビータウン、オタクタウンにあります。この会社ではフィギュアの企画、それから原型制作、そして製造とか管理とか、そういったものがほぼ全部一つのフロアに収められてますね。遊んでるように見える人たちがたくさんいる会社みたいな感じなんですけど、何プラモデル組んでんのみたいな感じなんですけど、それも全部仕事っていう。もともとはグッズマイルカンパニーはタレント事務所っていう立ち位置で、僕はタレント第1号みたいな。そしてマックスファクトリーを支援する会社っていうところがスタートなんですよ。そしてグッズマイルカンパニーは自分たちも何かなりわいを持たなければっていうことで、フィギュアのメーカーになっていき、一緒にオフィスを共有したりして、で今は何だって言われると、特に資本提携とかそういうのもなく、友達ですみたいな。最初に印象として残っているフィギュア、もしくはこの立体物っていうのでいうと、母が病弱な時期があったので、私の父が僕にプラモデルを買い与えて、それを一緒に作るっていうのがまず最初の原体験で、このプラモデルのここを接着してゴムで縛ったら母親の入院先にお見舞いに行きましょう。そして帰ってきたらその接着剤が乾いているからこのゴムを外しましょうみたいな、すごく強烈に覚えていて、多分僕がプラモデルだったりそういうフィギュアみたいなものにすごい強い興味を持ったのはそこが元かなと思います。僕は一人っ子なので、友達欲しい、兄弟欲しいみたいな。でも兄弟って手に入らないじゃないですか。行きつけのプラモデル屋さんがあって、そこの近くにもうすぐ取り壊すよっていうアパートの一室があったんですね。そこを期限付きで借りて、そこに夜な夜な友達が集まってきて、そこでプラモデルを作るっていう、そういう部屋を作ったんですよ。そうすると集まるみんな、ジュース持ってお菓子持って集まってきて、で僕はホビージャパンのライターをしていたわけですけど、物を作ってる時にやっぱりこれ磨いてとか、これ1個作ったからこれもう1個作ってみたいな感じで、集まってきた友人をアシスタント代わりにして仕事を進めていて、もうそこで取ったコミュニケーションも含めて全部僕のある意味財産だし、すごいいい思い出なんですけど、自分の部屋に誰かを呼ぶというよりは、そういうみんなが集まる集会所みたいのがあって、っていうのはマックスファクトリーの原型ですよね。だからその当時一緒に遊んでた仲間っていうのが今でもマックスファクトリーのスタッフにいるんで、本当そこが原点かなと思います。
イエローサブマリンはマックスファクトリーがまだいわゆるホビーメーカーではなくてガレージキットメーカーだった頃からの古いお付き合いの会社です。メーカーもやられていて、それからいわゆる小売店の全国チェーンでもあるんですけども、とても仲良くさせていただいていて、秋葉原にも大きな店舗があって、プライベートでも仕事でもよく利用させてもらってます。どんな店かっていうと、僕はそこに住めますね。住みたい。僕の好きなものが全部そこにあるんで、そんな店です。仕事に詰まった時とか、あとこれが欲しい、これが必要だ、今手元になくなったみたいなので買い出しに行くのもあるし、仕事だけじゃなくてプライベートでも、プラモデルだろうとかフィギュアとかっていうのが好きなので、それを見に行ったり買いに行ったりっていう形でも利用させてもらってます。もともとこういう色のものは好きだなとか、この色をしていたらここにこんな色があるといいなっていう、美術のレクチャーを受けたことはない、専門的にはないんですけど、そういう興味というのは多分強くあったんだと思います。そしてね、マックス塗りに関して言うと、要は一緒にその本に載ったライターさんたちと差別化したい、それというのと、あとは実は印刷映えっていうのをすごい意識していて、どういうふうにしたら人の目を引くかな、そしてかっこいいって自分でも思えるようなものになるかなっていうのは随分試行錯誤しました。その中でこんな風な塗り方でこういう風にしたら印刷でこう出るなっていうのがあって、それを突き詰めていったのが実はマックス塗りで、これに見せるためにはどういう風にしようかなっていうのを吸ったもんだ考えていったら、塗装の面をふっと膨らませたり、豊かに見えるようにしたりっていうのは、こういう風にエアブラシ使ったらこうなるよねみたいな、それまでにある技術とはちょっと違うところで、そこにはやっぱ名前を付けようってことでマックス塗りっていう名前を付けたら大変受けて、すごいタイミングも良かったんですよね。マックスファクトリーで気をつけてる、そしてこだわってるところというのは、フィルムだったり作品だったり、そこから抜け出てきたそのものっていうのを作りたいなと。そこには僕だったらこう思う、私だったらっていうようなアレンジであるとか、もしかしたらそれはより良くなるかもしれないけれど、そういうことはあえてしない、そのものズバリ抜け出てきたようなものっていうのをまずは発信したいなっていうのがあって、だからむしろ結構いいアレンジしたなって思っても、それは NG を出します。トライアスロンすごくやってみたいなと思っていて、友人に背中を押されてやってみないって言われて2つ返事で始めました。実はそのトライアスロンというのはバイクパート、自転車でどれぐらいタイムを縮めるかっていうのがすごい重要で、
そこが僕にとって頭打ちだったんですね。伸び悩んでた、スイムもある程度できるようになった、ランも一応サブ4まで、は来た。自転車詰めないとこれ以上タイムを縮めることができないなということで、まあいろいろ模索していたところで、自転車のトレーニングにはこのパワーメーターっていうのを使ってパワートレーニングをするっていうのが今トレンドだよという話を友人から聞いて、それはどこで練習するんだいという話になって、CTEC はそこの設備が完璧だよという話だったので行ってますというところですね。自転車を漕いだら今自分がどのぐらいの力を発揮しているかっていうのを数値化してくれるんですよ。今これだけ漕いでるよ、そしてこれをアベレージで今あなたは何ワット出てるよ、ここで頑張れとかそこを抑えろとかみたいなことが情報としてここでモニターに出るんですよね。それに従ってひたすら頑張るっていう。トレーニングについては気分転換とかそういうレベルでは取り組んでないんですよ。一定量やっとかないとレースでひどい目に遭うんで。なので月間で例えば20キロを泳ぎます、200キロ走ります、自転車は最低400キロは漕ぎますっていうのはもうノルマで自分で決めていて、それを実行すると、それを必ずクリアするというのを自分に課してますね。正直30周年を迎えたわけですけど、マックスファクトリーは、僕がもう56歳ですから、やっぱり体力的にはそのままだと衰えていく一方なので、社長業っていうのを続けていくためにもね、体を維持し続けるっていう意味においてマストかなと思っていて、常に自分の体がどんな状態であるかっていうのを問い続けるのがトライアスロンでもあるので、そういう繰り返し、とてもメリハリも出るし、いいことしかないですね。僕は自分だけの技術とか自分だけ良ければいいっていうのがあまり得意ではなくて、例えばこんなことを思いついたよとなったらそれをみんなに言いたい、それいいね、やってみたらうまくいったよみたいなのがすごい好きです。それで得られるものがすごい快感っていうのがあって、なのでこんなこと思いついちゃった、そういう発表の場が僕は幸せなことに与えられたので、ライターという形で本に原稿を書くっていうことで、これだなと。そしてそれに加えてやっぱりメーカーの側面で言うのであれば、まずは誰でも手に入るもの、そしてそれが悪くないもの、そういうものを提供できるといいな、だから僕が好きなのは共感っていうやつです。みんなで分かち合う。多分そうやって僕はマックスファクトリーの前身であるアパートの一室を借りたのとやってることがほとんど一緒で、要はワイワイワイって言って楽しいねっていう時間とか
空間とかなんかそういうバーみたいなものを作りたいんだろうな、そんな風に自己分析はしてるんです。多分僕自身が全然完全な人間じゃなくてなんか欠けてるんだと思うんですよね。だからそういうものを足してちょっとはマシになるっていうか、なんだろう、補完してるっていうか、そんな感じかな。わかんないです。